難しいぞ。あら、悩み事とは珍しいですね。この世の中には数えきれないほどたくさんの生き物がいますけど、一番強い生き物って誰なんだろうなって。強いと言ってもいろんな強さがありますからね。ハウちゃんは誰が一番強いと思うんですか？総合的に考えてやっぱり私ですかね。その発想はおかしいと思う。だって私、心も体もめちゃんこ強い自信ありますよ。一体誰に？私が怒ります。やだな。本気にしないでよ。さようなら。しばらくお待ちください。大赤飯の中はどうでしたか？とってもクレイジーでした。確かに恥ずかしいことを堂々と言えるその心の強さは尊敬しますが、ハウちゃんより体が強い生き物は世の中に山ほどいます。例えばハウちゃんはマイナス200度の寒さや空気がない環境に耐えられますか？あかん。というか、そんなのそもそも耐えられる生き物がいないんじゃないですか？実はいたりするんですよね。うっそのヤバい生き物って一体誰なんですか？気になりますか？じゃあ今日はせっかくのいい機会ですので、宇宙最強生物と呼ばれることもある小さな生き物についてご紹介しましょうか。そやったね。これは楽しみだ。本題に入る前に一つだけ注意事項です。今回は生き物を扱う以上リアルな生き物の画像などが出てくることがありますので、苦手な方は画質を落として見るなどしてくださいね。一体誰に話しているんですか？誰でしょうね。準備はいいですか？では行きましょうか。まずはじめに宇宙最強生物という言葉についてですが、正確には宇宙業界で最強と言われている生物という意味になります。宇宙すべての中で最強とは少しニュアンスが違いますのでご理解くださいね。地球以外にもまだ知られていないすごい生物がいるかもしれませんもんね。その通りです。では本題に入りますが、結論から言うと宇宙最強生物としてよく名前が挙がるのはクマムシという生き物になります。クマムシ？クマに似ているのでクマムシ、わかりやすいでしょう。デフォルメした姿はこんな感じです。結構可愛いじゃないですか。まあ実際はこういう見た目をしているんですけど、私はこの姿もとっても可愛いと思いますけどね。英語名はターディグレードというのですが、ウォーターベアやモスピグレットなどと呼ばれることもあります。クマや豚に例えられるのもよくわかる見た目ですもんね。ところでなんか足がいくつもあるように見えるのですが。クマムシは8本の足を持っている生き物であり、漢方動物に分類されています。漢方動物？なかなか聞き慣れない言葉かと思います。漢方動物の漢方とはゆっくり歩くという意味であり、その名の通りクマムシはのそのそと歩いて移動するのですよ。あれ？だんだん可愛く見えてきた気がする。大きさは 0.05 から 2mm 程度であり、とても小さいのですが、驚くべきことにこのクマムシという生き物は地球上の至る所に住んでいることが確認されています。私たちの身の回りにもいるんでしょうか？います。例えば道端に生えている苔の中や土の中はもちろんのこと、高い山の上や深海温泉の中、はたまた南極にも住んでいることが分かっています。すごいすごい。地球上のあらゆるところに住んでいるからクマムシは宇宙最強生物と言われているわけですね。私はそんなこと一言も言ってませんよ。クマムシが宇宙最強と言われるのにはもっともっとすごい理由があるのです。私気になります。ではクマムシが持つ強さの不思議に少しだけ迫ってみましょうか。クマムシが宇宙最強生物と言われるのは極限環境への耐性がものすごいからなんです。極限環境への耐性？簡単に言うとものすごく辛い環境にいても耐えられるよということです。裏で陰口言われても余裕みたいな。メンタルが強いわけじゃないんですよ。強いのはフィジカル、つまり体です。クマムシは周りの環境が乾燥してくると乾眠という状態になることがあるのですが、この状態の時の強さがやばいんです。どういうことでしょう？順にご説明しましょう。まずクマムシの乾眠というのは乾いて眠るという漢字の通り、体の水分を抜いて動かなくなる状態なんです。悪くなっちゃった。この乾眠状態はその見た目から樽と呼ばれることもあります。この状態になったクマムシは体の水分がほぼ抜けきりカラカラになっているので、まるで死んだかのように活動を止めています。仮死状態みたいなやつですか？正確には少し違いますが、そんなイメージです。乾眠状態は乾燥した環境に耐えるための姿なので、当然乾燥には強くなるのですが、数々の実験により乾燥以外の厳しい状況にも耐えられることが分かっているんですよ。例えばどんなのがあるんでしょう？まずは温度です。クマムシは水が沸騰する100度くらいの高い温度から
絶対0度と呼ばれるマイナス273度くらいの温度まで耐えられることが明らかとなっています。次に圧力です。圧力というのは周りの環境から受ける力のようなものと思ってもらえればいいのですが、クマムシは宇宙空間のようなほぼ真空の環境から 7.5 ギガパスカルまで耐えることができます。ちなみに 7.5 ギガパスカルというのは水深1万メートルのさらに75倍の圧力となりますよ。そして放射線です。放射線。放射線というのは簡単に言うとめっちゃエネルギーの高い小さな粒のようなものと思ってください。放射線をたくさん浴びちゃうと体が傷つき病気になりやすくなったりするのですが、クマムシは人間が死ぬレベルの1000倍以上もの放射線に耐えることが分かっているようです。完全に生き物やめてるじゃないですか。だんだんクマムシの凄さが分かってきましたか？いくら体が丈夫な私でもさすがに勝てそうにありません。クマムシってすごい生き物なんですね。おや、まだ終わったとは言ってませんよ。実はもう少しクマムシの強さにはバリエーションがあるんです。例えば除菌に使われたりするアルコールや殺虫剤にも耐えることができますし、興味深い実験としてはクマムシを銃に詰めて発射してみたところ、銃弾レベルの衝撃にも耐えることが分かっているそうです。もう恐ろしいよ。何なんだよこいつ。樽のようになった乾眠状態であるという条件こそありますが、クマムシはこの驚くべき耐性の数々によって宇宙最強生物と呼ばれているわけですね。おみそれしました。小さな生き物なのに私たちよりはるかに強いのはすごいですね。生命の神秘とはよく言ったものですね。負けられないわ。どうしたんですか、急に叫び出して。クマムシがとんでもない生き物だっていうのは分かりました。でもやっぱり私だって宇宙最強生物になりたいんです。だからやつの弱点を教えてください。うわ、この子めっちゃ卑怯だ。やっぱり宇宙最強生物には弱点なんてないんでしょうか？めっちゃありますよ、クマムシの弱点。そうなんですか？宇宙最強生物と言われるクマムシですが、意外と簡単に倒せてしまうんですよ。先ほどクマムシは樽のような形の乾眠という状態の時に強さを発揮するという話をしましたが、逆に普通に活動している状態では弱々であり、厳しい環境に耐えることができません。普通の状態で高い温度や低い温度、圧力、殺虫剤などを受けるとコロッとやられてしまいます。あれ、クマムシって意外と弱い。乾眠状態がスーパーヒーローだとしたら、普通の状態は変身する前のただの一般人みたいな感じですね。変身する前を狙えばいいということですね。完全に悪役のセリフじゃないですか。それから乾眠状態になること自体についても少なからず弱点が存在します。どういうことでしょう？乾眠状態になるにはゆっくりと体の水分を抜いていく必要があるので、例えばドライヤーなどで急に乾燥させるとクマムシはたちまち死んでしまうのですよ。宇宙最強のイメージが崩れていく。さらに乾眠状態になった後にも問題がありまして、実は自力で元に戻ることができないんです。自分で変身したのに？全く動けないので、周りの環境から水をもらわないと復活できないんです。なるほど、お茶目なところもあるんですね。他にも物理的な力に弱い、つまりは叩き潰せばやられてしまいますし、当然火にも弱かったりします。クマムシを倒すならこれらの方法が有効的。とってもかわいそう。これ以上クマムシをいじめないでください。おや、宇宙最強生物になりたかったんじゃないんですか？私の負けでいいです。それにしてもクマムシって弱いところもあってなかなか可愛い生き物なんですね。確かにクマムシはその大きさやずんぐりした見た目から可愛い生き物としても人気がありますがクマムシ可愛いな。ああ、母性をくすぐられましたか。これは完全に敗北ですね。とにかくクマムシは強いだけでなく意外と弱点も多いよというお話でした。最後にクマムシがなぜ注目され研究され続けているかを簡単にお話ししようと思います。ここからは私個人の推測も入ってきますので、あまり鵜呑みにしないようにしてくださいね。わかりました。クマムシが注目されるのには大きく3つの理由があると私は考えているのですが、何だと思いますか？やっぱりクマムシがどれだけ強いか興味があるからでしょうか？それが大きな理由の一つだと思います。いわゆる知的好奇心というやつですね。クマムシに限らず研究はなぜこうなっているんだろう、こうしてみたらどうなるんだろうという興味や好奇心から成り立っています。クマムシみたいな不思議な生き物がいたらそりゃ研究してみたくもなりますよね。クマムシについて知ったばかりの私でも可愛い、こんな生き物がいるんだってなりましたもんね。クマムシには人を魅了する何かがあるのでしょうね。クマムシを研究する2つ目の理由は生命の起源の手がかりをつかむためです。生命の起源？クマムシって宇宙空間のような環境にも比較的強いので、地球の外から来たんじゃないかと言われたりするんです。
見た目もまるでエイリアンですもんね。地球の生命の起源が地球の外からやってきた可能性を探るためにクマムシの研究は役立っているようです。例えば先ほどご紹介したクマムシを銃に詰めて発射するという実験ですが、これはもしクマムシが隕石などにくっついて地球にやってきた場合、その衝撃に耐えられるかを確かめるための実験だったりするのですよ。なんで銃で撃つのと思っていましたけど、そういうことだったんですね。まあ結果的に隕石ほどの衝撃には耐えられないという話になったようですが、残念。クマムシ研究の3つ目の理由は耐性の応用になります。耐性の応用、どういうことでしょう？クマムシには温度や乾燥、圧力、放射線などへの耐性があると言いましたが、これを人間の道具や植物などに応用できたらどうなると思います？ひらめいた。厳しい環境でも大丈夫になる。ええ、その通りです。例えば宇宙服に応用すればより強く宇宙飛行士を守ることができるでしょうし、植物などに応用すればより温度変化や乾燥に強いものができるかもしれません。より宇宙に進出しやすくなったり、生活が便利になるかもしれないということですね。そういうことになります。とはいえクマムシが本格的に研究され始めたのは近年になってからであるため、まだまだいろんな検証が進められている段階のようですね。これからもっと研究が進んで、クマムシの凄さが世界に伝わるといいですね。あと、可愛さも。いつかクマムシのおかげで宇宙開発が大きく進むことがあるかもしれません。その時が来ることを楽しみにしていましょう。さて今回は宇宙最強生物としてクマムシという生き物をご紹介してみましたが、自称宇宙最強生物のハウちゃんは何を感じましたか？次元が違いすぎてお話になりませんでした。宇宙最強の座はクマムシに譲りましょう。目に見えないくらい小さな生き物が私たちよりはるかに強いんですから、生き物というのは本当に不思議で面白いですね。宇宙にはもっととんでもない生き物がいるんでしょうか？さあどうでしょうね。でも絶対いると思っていた方が人生楽しくなると思いませんか？確かに宇宙にはどんな生き物がいるんだろうって考えるだけでもワクワクしますね。これまで人類が探索してきたのは宇宙の中でもごくわずかの範囲ですから、地球以外のどこかの星でクマムシよりもっとすごい生き物が見つかるかもしれませんね。いつか本当の意味で宇宙最強生物が明らかになると面白いですね。その時はぜひまたこうしてお話ししましょうね。ありがとうございます。では今日はこの辺りで。また次の星でお会いしましょう。さようなら。